こんにちは。乳がん9年目、余命宣告されても死ぬ気はしないみーパパです。はい。今日は約1年半前ぐらいに私は乳がん末期で余命宣告されて、そして今現在回復中っていう状態なんですけど、コメント欄のご質問の方で余命宣告されてからの治療過程での回復までの体の変化や、副作用などについて教えてくださいっていうご質問があったので、今日はそのことにお答えしたいと思います。はい。まず簡単に、私が2019年の9月末に余命宣告を受けて、現在7月、約1年半でどういった体の変化があったかを、簡単に説明したいと思います。まず、2019年9月末に余命宣告された時の私の状態を簡単に説明すると、全身骨転移で握り拳台を超える、右胸に腫瘍が飛び出してました。要は鼻先乳がんですね。鼻先乳がんがもうかなり大きく、大出血とかで、とにかくひどい状態でした。で、肺転移も小さくありました。で、あと胸水も溜まっていました。で、あとは皮下腫瘍があちこちに飛んでいました。それはちょっともう数がちょっと数えたらキリがないので数えていなかったんですけど、とにかくたくさんいろんなところに飛んでいました。で、それがどう約1年半で変化したかというと、まず全身骨転移の骨の状態は今現在骨のところに邪魔するようながん細胞はいないだろうって言われていて、ちょっと虫食いみたいな穴だらけでひびだらけだったので、そこがちょっと跡が残ってて骨がないところを今作っている状態なので、少しずつ骨の密度が増してきてたりとか、新しくゼロだったところがちょっとずつ作られているっていう感じです。で、この辺の詳しい骨のこととかはまた別の動画でお話ししてるので、気になる方はそちらを見ていただけたらと思います。で、鼻先乳がんに関してはもう胸の上から飛び出ていなく、鼻先乳がんに関しては消滅っていう形でも上に皮膚もかぶっているので、右胸だけがもうないっていう状態です。で、これもまた別の動画で詳しくこれはこれで話しているので、またそちらよかったら見ていただけたらと思います。で、肺転移に関してはもう目に見える範囲では CT にも映ってないのでないと言われていて、胸水ももうありません。で、皮下腫瘍、あちこちにあった皮下腫瘍に関しては収縮もしくは消滅っていう感じです。これが簡単な私の約1年半での変化になります。じゃあ、早速1年半での変化を詳しくお話ししたいと思います。まず、2019年の9月末、私が余命宣告された当時にまずした治療内容がこちらです。これもまたこのことについて詳しいことは他の動画でもお話ししてるんですけど、まず最初主治医の先生にはイブランスっていう分子標的薬、部類で言ったら抗がん剤なんですけど、それをホルモン治療と一緒に併用してやるのを勧められたんですけど、私はホルモン治療からだけで始めたいっていうことを話して、先生も最終的にそれに納得してくれて、がんに関してはホルモン治療のみからのスタートになりました。ここから、ちょっと腫瘍マーカーのグラフも一緒に見ながら説明していきたいと思います。このまず一番左にある2018年10月っていうのはまだ治療を始める前、鼻先乳がんの腫瘍からの大出血で救急車で運ばれたところが今行ってる病院と一緒で、そこで、腫瘍マーカーを取ってたみたいで、その時の数値になります。で、この時、見てもらったら分かるようにめちゃくちゃ腫瘍マーカー低いんですね。なので、主治医の先生曰くこの時は全身、骨転移とかもしてなかったんじゃないかって言われています。で、まだこれは治療を始める前なので、治療を始めるのはこの2019年の9月からスタートなので、ここが余命宣告された後の治療を始めたところになります。見てもらったら分かるように、かなり一気に腫瘍マーカー約1年でもう変わってますよね。この1年の間に一気に進行が進んでたんじゃないかっていうことを話してました。で、この2019年の9月末からは先ほどお話ししたように、がんに関する治療はホルモン治療のみからのスタートです。で、補足で言っておくと、放射線とかも手術とかもしていませんっていうのも、もうそれができる状態じゃなかったからなので、もう本当に最低限の治療からのスタートです。
でこれホルモン治療始めて腫瘍マーカー少しずつ下がってますよね。でもうこの時点で右胸にあった鼻先乳がんにも変化がありました。この、9月末から1月末までの約4ヶ月間でホルモン治療だけなんですけど、この時腫瘍は小さくなっていってます。でこのホルモン治療だけでしてる間約4ヶ月間の腫瘍の変化はこちらです。で肺転移とかそんなに大きく変わらなかったですよ。この時は見た目には変わらない。でも、どんどん体も楽になってきて、見た目の腫瘍も少しずつちっちゃくなって、出血もどんどん抑えられていって、2ヶ月ぐらいでも出血もかなり減っていたのを覚えています。で痛みも治療を始めて2ヶ月ぐらいでもだいぶなくなっていたはずです。なので自分の実感としてホルモン治療が結構効いてる、すごく効いてて、体もどんどん回復しているのは感じていました。でも見ていただいたら分かるように1月末の時に腫瘍マーカーが上がってますよね。でこの時に肺転移も少し大きくなってたんですね。でそれを見た主治医の先生からちょっとホルモン治療だけでは効かなくなってきたんじゃないかっていうことで、イブランス、最初に話してた、分子標的薬、部類で言ったら抗がん剤、まだ優しい抗がん剤、これを勧められました。でめちゃくちゃ悩んだ結果やりました。はいでやった結果、次の月に一気にもうドンと腫瘍マーカー下がってますよね。ここからイブランス始めてからどんどん腫瘍マーカーもどんどん下がっていって、この鼻先乳がんも加速してどんどんちっちゃくなっていきました。でここから変化お話しすると、2020年の3月でもう胸水が見えなくなりました。2020年の5月には目に見える範囲では肺転移も消えて、2020年の7月にはもう鼻先乳がんはもうほんと消滅、皮膚もちゃんとかぶったのが2020年の7月です。その時の比較写真がこちら。イブランスを始めてから皮膚が閉じたのが7月なので、こういう感じです。約半年の間に肺転移もなくなったし、胸水もなくなったし、乳がんもなくなったっていう感じです。でホルモン治療も含めたら10ヶ月ぐらい、1年弱ぐらいでこうなったって感じです。もちろん痛みはとっくにないです。でちなみに今7月現在の私のこの腫瘍マーカーはこういう状態です。もうずっとそれからどんどん下がっていって、誤差範囲の変化はちょっと上がったり下がったりあるんですけど、基本下がっていってて、腫瘍マーカーの CA に関しては特に正常値内になっています。 CA に関しては3以下がだいたい正常値内って言われてるんですけど、今まだちょっとあるので、もう下げ止まりかなって言われてたんですね。ちょっと正常値難しいかなっていうのがちょっと長く続いてたんですけど、おかげさまで最近またちょっとさらに下がってきて、もう先生もそれ驚いてました。まさかもう下げ止まりと思ってたんで、まだ下がるっていう感じで、今その正常値を目指してちょっとずつですけど下がっていってるかなっていう感じで、どこまで下がるんだろうねって先生も一緒に言いながら、今様子を見てるっていう状態です。もうほぼもう暴れるような、邪魔するようながん細胞はまずいないだろうって今現状では言われていて、もう転移とかも目に見える範囲はなくなっているので、あとは骨転移で穴だらけになった骨、ひびだらけ穴だらけになった骨を作るのを、待ってる状態っていうのが今の状態になります。で皮下腫瘍だけに関して言うと、余命宣告時の時に多分いっぱいあったんですけど、もう結構それどころじゃないっていうか、それよりも肺転移とか命にすぐ直結するような、全身骨転移だったりとか、もうそっちがあまりにもひどかったので、もう皮下腫瘍なんか気にしてるどころじゃない。私もそうですし、主治医の先生もそうで、なんかこんなとことかこんなとことかこんなとことか頭とかもいっぱいあったんですけど、それ取れるけどそれどころじゃないよねみたいな、そんなところ今手術してて追っかけてもキリがないから、とにかくがんを抑えることでそっちに目を向けようっていう感じだったので、正直皮下腫瘍が何個あったのかっていうのも私も先生も分かんないですし、私もそんなもん気にしてなかったです。なんかいちいちこう触って数えたりもしなかったし、それがどうなってるってたまに触ったりはあったけど、本当気にしてなかったです皮下腫瘍に関してはそれはちょっと看護師さんはちょっと驚いてたんですけど、あまりにも気にしなさすぎて私が。ただ一つだけ頭にあって、ちょっとその写真お見せしますね。こんな感じで頭にあって、ちょっとそこがなんか最初500円玉ぐらいのなんかハゲみたいになってて、そこに腫瘍が
飛んでって、これが悪性か良性か分かんないけど、腫瘍は腫瘍、多分そうかな、悪性かなとか先生と話してたんですけど、これはまだ今ちょっと触ったらあるけど、ちょっとずつちっちゃくなっていってるっていう感じです。で、他の脇とか胸の横とか結構ボコボコあったんですね、胸の下とか。そういうのはもうほとんど今触ってないです。この辺の首とかもあったりしたんですけど、もうないですね、それも。ただ当時そんなにめちゃくちゃすごい必死で探したわけじゃないので、今もそうですし、どっかにまだあるかどうかはちょっと分かんない。なので消滅もしくは収縮っていう感じです。はい。じゃあ最後に私がした治療で感じた副作用についてお話ししたいと思います。まず私がした、治療はもう一回出しますね。こんな感じなんですけど、一つずつ説明すると、私がまずしたホルモン治療、フェソロデックスっていうのが月1回のと半年に1回のリュープリンってしてるんですけど、このホルモン治療で総称してこの中で感じた副作用は、最初ホルモン治療だけでスタートしたのでちょっと分かりやすいんですけど、まず自分をコントロールするのが最初は難しくなりました。これ結構きつかったんですけど、感情をコントロールできない、ちょっと一瞬自分がおかしくなったのかなと思うような。でも後から思うと、他のホルモン治療の副作用が落ち着いた時にそれもどんどんなくなっていって落ち着いたので、あれは副作用だったんだなっていうのが分かったっていう感じです。はい、その他のホルモン治療で感じた副作用っていうのが、最初は毛深くなったっていうか、毛がふさふさ、産毛が濃くなった感じは感じました。今は戻ってます。最初はちょっと獣みたいに濃くなったなみたいなは感じました。あと、ちょっと皮膚がかゆい、最初ちょっと皮膚にブツブツができたりとか、それぐらいはありました。私がホルモン治療で感じた大きな副作用は、やっぱり自分をコントロールしにくくなったっていうところです。でその次にプラス始めた分子標的薬のイブランスの私が感じた副作用、基本そんな私これはめちゃくちゃ大きくは感じてなくって、日常生活がままならなくなるような副作用を感じなかったんですけど、でもあるのはあります。例えばわかるかな、こういう皮膚疾患っていうか、色抜けたようになってると思うんですけど、これ跡が残ってます。皮膚がこういう感じでただれるっていうか、今もこれは保湿とかよく塗るようにしてるんですけど、ちょっと赤くなって痒くなってカサカサするようなのが結構背中とか、あと足にもできました。これは今もあります。で、あと髪、ちょっとこれお見せしにくいんですけど、後ろとかが結構うねってて、ちょっとチリチリして、あとパサつくうねり、髪の毛がちょっとパーマをかけたような感じには今もなっています。あと肝臓の働きの弱まりも感じます。ちょっとお腹下しやすかったりとか、肝臓機能低下まではいかないんですけど、ちょっとそういう感じ。これはちょっとサプリメントで補ったりとかしてるんですけど、どうしてもこれはしょうがないのかなっていう部分でもあります。で、部類でいう抗がん剤でしょうがないって思ってるのは白血球の下がりですね。白血球の下がりはどうしてもあります。普通の人の多分4分の1ぐらいとかなったりとかはしています。で、何回か休薬にもなっていて、この数値より白血球が下がったらちょっとお薬ちょっとストップみたいな、そういう決まりがあるんですけど、お薬によって何回か白血球が下がりすぎて1週間休薬プラスとかになったことはあります。で、結果最初はイバランス 100mg から飲み始めてたんですけど、結構何度かその休薬が続いたことがあったので、そこから毎日飲むのが 75mg になって、その後も何回かあったかな、休薬。でも今はだいぶ落ち着いていて、もうほぼ休薬はないです。で、休薬に関しては私は全然気にしてなくて、むしろ休薬になったらちょっと喜ぶっていうかその間体休ませてあげれるって思ってたので、あんまり気にしてなかったです。白血球が下がるのはあんまりもちろん嬉しくはないんですけど、だからって言って休薬になって落ち込むとかもなく、休薬になったらその分体ちゃんと休ませてあげれるから、この間にもちゃんと回復できるようにしようとか頑張ろうみたいな感じで、だからあまり私は気にしてないって感じですね。でも
なんとなく自分の体で感じるのは、だんだん骨転移が回復していって歩けるようになって、毎日しっかり運動ができるようになってから白血球は下がりにくくなったように感じています。はい、こんな感じで、余命宣告されてから現在に至る約1年半弱ぐらいの間の、治療過程による体の変化と私が感じた副作用、ちょっとややこしいですねについてお話しさせていただいたんですけど、今どういうふうに考えてるかっていうと、とりあえずお薬をやめるのをまず目標にしています。先生が私が回復するのも論文書ける、そんなことになったらって言ってたぐらいなので、もちろん先生は私がお薬をやめることなんてもともと考えてなかったし、イブランスは効かなくなったら今度これとかどんどん考えてくれてたんですけど、おかげさまで全然イブランス続けられているし、もうなんならどんどん腫瘍マーカーもまだ下がっていってるので、私はお薬をゆくゆくはやめたいと思っています。でそれもちゃんと主治医の先生には伝えています。最近かな、数ヶ月前にそれは伝えて、今すぐ辞めるって話じゃないけど、私はそういう目標を持って辞めるつもりでいますっていうことはちゃんと伝えて、主治医の先生にちゃんとその辺分かってもらってた方がいいと思うので、最初先生はいやーって感じで言ってたんですけど、最近すごく嬉しいのは先生の方からこの腫瘍マーカーの CA が正常値になって、骨ができたらちょっとお薬もやめてみるとか数ヶ月から始めてみるみたいなのを先生から結構最近ちょろちょろ言ってくれたりとかしてくれるのがすごく嬉しくって、同じやっぱ方向を一緒に見てくれてるっていうのはすごい感謝ですし、ありがたいなと思っています。だからって以前の私みたいに無茶する気はないので、主治医の先生と相談しながら、一緒にお薬をやめる勇気もちゃんと持っときたいなと思うので、どこかでそんな風にできたらなとは思って、それを目標に今日々頑張っています。はい、そんな感じで今日は私の約1年半にわたる治療での体の変化と副作用についてお話しさせていただきました。これが誰かの参考の一つにでもなれば幸いです。よかったらいいねボタンとチャンネル登録の応援よろしくお願いします。ではまた、みーぽぽでした。バイバーイ。タレでした。